こんにちは。リクエストいただきましたので、バラの絵を描いていこうと思います。基本を押さえておきたいと思いますので、ご説明していきたいと思います。今回使用する紙はこちらのホワイトワトソンです。ホワイトワトソンは木材パルプとコットンパルプの混合の紙となります。筆はセーブルの丸筆の12号と8号を使っていきます。ではこちらに大きくバラの絵を描いたんですけれども、このバラのどこを明るく塗ってどこを暗くしていくかというのを細かく説明していきたいと思います。まずバラの色は、今日は濃いピンクのバラですので、絵の具はホルベインの絵の具を使っていきます。これはオペラになります。オペラにローズマダーを少し足して色を落ち着かせます。これを薄くした色をバラの明るい、光が当たる面として塗ります。光が右上から差しているとします。バラの花びらの明るくなる部分をこの色を薄くして塗っていきます。バラの花びらのめくれている部分が一番光が当たって明るくなります。今分かりやすいように明るい部分だけを色つけました。今この薄いピンクがあるところが明るい色となります。ではこのピンク以外の部分をこの色を濃くして塗っていきます。オペラとローズマダー同じ色です。こちらの色で濃くしていきます。ではこのピンクが塗っていない部分をすべて塗っていきます。最初に塗ったピンクが乾いていませんので滲んでいきます。ここの細かいところは今、塗ってしまうと全部にじんでしまうので塗りません。では真ん中の方にも色を入れていきます。ピンクが入っていない白いところを塗っていきます。ではこちらにつぼみがありますので、つぼみもこう赤く塗っていきます。この額の部分に赤が入っているんですけど、これはちょっと緑のままにしておきますね。ここにも色を入れます。濡れている間にいくら色を入れていきたいと思います。ではこちらの丸筆の8号に持ち替えます。ホルベインの絵の具にクリムソンレーキというこのローズマダーをもっと暗くした色がありますので、このクリムソンレーキで塗っていきます。パーマネントアリザリンクリムソンやアリザリンクリムソンというのはこのクリムソンレーキよりも明るくなります。花びらの一枚一枚の花びらの根元ですね。写真を見ていただくと暗くなっていますので、そこを狙っていく感じです。では入れていきます。下の色がほぼ乾いていますので、はっきりとエッジが残ります。この方が分かりやすいと思いますので、このままエッジをぼかさずに塗っていきます。
この辺の花びらは花びらが重なって、ここ花びらの根元見えません。その場合は花びらの重なった花びらの下ですねを塗っています。葉の重なりと一緒ですね。下の葉を暗くするというのと同じです。今こちらに上の花びらがあります。こちらが下の花びらで重なっているので、ここに陰影をつけます。では暗い色をつけました。近くで見るとこんな感じになっています。乾いている状態で暗い色を入れてますので、しっかりとエッジが立っています。ではこのエッジをですね、外側にぼかしていきます。筆にお水を含ませてぼかしていきます。ぼかすと色が薄くなりますので、その場合、完全に色が取れてしまったなと思ったら、色を足してください。こちらの紙はあまり、この筆でですねぼかして、塗ってぼかして塗ってと何度も繰り返していると非常に画面が汚くなりやすいので気をつけてください。はい、ではこんな感じで、陰影がつきました。さらに濃い陰影を今塗ったこの濃い色の中に入れていきます。では色はクリムソンレーキと、バイオレット、紫を持っている方はこちらに紫を足していただくとすごく暗くなります。紫がない場合、ウルトラマリンですねで暗くします。私はちょっとこのパレットには紫がないので、こちらのウルトラマリンライトを足します。乾いている場合は後からぼかします。はい、では暗い色をつけました。こちらの色をぼかしていきます。はい、では乾かしました。ではこのつぼみの、ここの陰影もつけます。暗い色をですね、根元の下のところに入れていきます。これでバラの大きな陰影をつけました。全体を塗った後に花びらのめくれている光が当たっている部分が絵の具で埋まってしまった場合は、こういったナイロンの筆でリフトアウトをします。今この辺は、いいと思うんですけども、この細かいところのこういうところがちょっと埋まったなと思いますので少し取ります。こちらは木材が入っている紙ですので簡単に取れます。白いところですね、取ります。
光が当たる面を塗り残すというのは最初難しいですので、塗ってしまってから、こう取るというのをやっていただいても全く問題ないです。普通に塗ってしまって、最後にですね光を取るというのもよく使われている方法です。こういうところもですね、もっと光当てたかったなと思ったら、こう取っていただければ綺麗にね白くなりますので、はい、では葉を塗っていきたいと思います。葉の色はサップグリーンと少し青っぽいのでルシャンブルーを混ぜます。ここにちょっとこのバラの色を足して色を少し渋くしてですね塗りたいと思います。ウルトラマリンライトも足していきます。根元をですね暗くしたいと思います。今回は、最後に締める色をこのバラの色に使った色を使ってみたいと思います。クリムソンレーキとウルトラマリンライトですね。この紫を少し、緑と混ぜてこの色を使っていきます。ではこちらを基本としたいと思います。この基本を使っていろいろな水彩技法を使いながらまたバラを描きたいと思います。